厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はピアノの魔術師フランツ・リストをご紹介します。リストといえば超絶技巧のピアニストとしてよく知られています。しかしそれだけではありません。リストは今日にも続く様々な音楽的改革を行い、新しい時代を切り開き続け、音楽界の重鎮として君臨した人物なのです。今日はリストの人生と名曲をご紹介しながら、リストがどんな改革を行ったかについても触れていきます。この動画を見ると、リストが超絶技巧以上に一体何を大事にしていた音楽家なのかが見えてきます。ぜひ最後までご覧ください。フランツ・リストは1811年、オーストリア帝国領内にあるハンガリー王国のドボルヤーンという小さな村に生まれました。リストは大貴族エステルハージ家に仕える音楽家の父とドイツ系の母との間に生まれたたった一人の子供でした。6歳の頃、父親からピアノを教わり始めたリストはすぐに音楽の才能を発揮します。2年も経たないうちにバッハやモーツァルトを弾きこなすまでになりました。9歳になるとハンガリー各地で公開演奏をするようになります。リストの並外れた華やかな演奏にハンガリーの貴族たちは驚きます。そして将来有望なリストに奨学金を出すことにしたのです。こうしてリストは10歳でオーストリア帝国の首都ウィーンに家族と共に移り住むことになりました。ウィーンはベートーベンやシューベルトが活躍していた音楽の都でした。リストはここで2人の偉大な先生に出会います。一人がベートーベンの弟子チェルニーです。チェルニーは現在もピアノ練習曲の作曲家として知られるピアノ奏法の大家です。リストはチェルニーから初見演奏や即興演奏、正確に美しく演奏するためのテクニックを学びます。たった1年余りの短い期間でしたが、リストの演奏は洗練されていきました。もう一人の先生はモーツァルトのライバルとしても知られ、ベートーベンやシューベルトの師でもあったサリエリです。サリエリは70歳を過ぎてもなおハプスブルクの宮廷楽長として活躍する巨匠でした。リストはサリエリから通奏低音やスコアリーディングを学びます。サリエリは幼いリストの才能に惚れ込み、週3回無償でレッスンをし、毎日でもレッスンしてあげたいと話すほどでした。こうして2人の師から手厚い指導を受けていたリストは、ウィーンの貴族から屋敷に呼ばれ、たびたび演奏を披露し、その評判は高まっていました。そして11歳の時、ウィーンでデビューコンサートを行います。このコンサートはさらに評判を呼び、リストはウィーンでも注目のピアニストとなりました。リストは今度は芸術の中心地、パリに向かいました。その大きな目的はパリ音楽院への入学でした。しかしその目的は果たされませんでした。パリ音楽院のピアノ科は学生の数が多く、外国人の入学希望者を抑制する制度があったのです。リストは十分な実力を持ちながらも、国籍を理由に拒否されてしまったのです。そこでリストはパリで個人レッスンを受けることにしました。作曲をパリ・イタリア座の音楽監督パエールに、音楽理論をパリ音楽院のレーハに学びます。こうして12歳になったリストはパリでデビューコンサートを行います。その3ヶ月後にはイギリスでもデビューコンサートを行い、イギリス国王ジョージ4世にも演奏を披露しました。その後もイギリスやフランスの各地を演奏旅行で回り、ヨーロッパでの知名度を高めていきました。演奏家として名を挙げたリストは作曲でもその才能を示します。15歳の年にリストはすべての長短調のための48の練習曲を作曲します。この練習曲集はその後30年にわたる複数回の改訂を経て超絶技巧練習曲となる名作です。今後の音楽家人生が期待される中、リストに突然大きな不幸が襲いかかります。1827年、イギリス旅行から帰る途中で、父が腸チフスにかかり急逝したのです。
リストはわずか15歳にして祖国を離れたパリの町で一人で生計を立て、残された母も養わなければならなくなったのです。リストは生活のためにピアノ教師として働き始めました。そして一人の女性と出会います。その女性はリストの教え子で、一つ年下のカロリーヌ・ドゥ・サンクリック伯爵令嬢です。カロリーヌの父サンクリック伯爵はフランス国王シャルル10世の閣僚を務めていた人物でした。リストとカロリーヌは互いに愛し合うようになります。しかしリストはハンガリーの田舎出身の平民で、社会的身分のまだ低かった音楽家です。サンクリック伯爵は娘の身分違いの恋を許しませんでした。リストは音楽院の入学拒否に続き、この失恋でも生まれによる差別を受けたのです。また貴族の使用人のような立場に甘んじ、芸術で金を稼ぐという現実も突きつけられ、リストは葛藤を続けました。その結果、リストは16歳でうつ状態となり、パリの音楽界から急に姿を消してしまいます。信仰心の厚いリストは毎日のように教会に通いました。一時は聖職者を志すほど傾倒したそうです。さらには高等教育を受けていなかったハンディキャップを自ら克服するため、貪るように読書にふけり、幅広い教養を身につけたのです。こうして翌年の1829年には演奏会を再開できるまで回復しました。演奏も見た目も華やかなリストはパリ社交界の貴族たちから引っ張りだこになりました。この頃のパリは各国の素晴らしい芸術家たちが集まるヨーロッパ文化の中心都市でした。そこでリストは数々の音楽家たちと出会い、影響を受けます。19歳の時に出会ったのはフランスの作曲家ベルリオーズでした。リストはベルリオーズの幻想交響曲を聴き熱狂します。特に表題というタイトルのようなものを音楽につけるという新しい試みや、固定楽奏と呼ばれる曲全体を通じて共通の主題を用いるという斬新な手法に感銘を受けました。リストはベルリオーズを大絶賛し、幻想交響曲初演の翌日強引にディナーに誘い、その後長らく親友関係となりました。20歳の時にはポーランド出身の音楽家ショパンのパリデビューコンサートを聴きました。音楽の形式的な美しさ以上に自らの感情を表現することを重視したショパンの音楽性と、ショパンの得意とする民族的な音楽にリストは魅了されます。そしてその2ヶ月後、今度はイタリアのバイオリニストで作曲家のパガニーニの演奏を聴きました。パガニーニはビルトゥオーソと呼ばれる超絶技巧を持つ演奏家で、当時のビルトゥオーソブームを巻き起こした火付け役として知られる大スターでした。パガニーニの芸術性とそれを最大限表現するための高い演奏技術にリストは大きな衝撃を受けたのです。パガニーニのコンサートの後にリストは私はピアノのパガニーニになると決意し、高度な演奏技術が求められるピアノ曲を作曲します。このラ・カンパネラもパガニーニが作曲した主題を使ってリストが作った曲です。リストはパガニーニの演奏技術に刺激を受けましたが、それは単純に技巧的な美しさに魅了されたということだけではありませんでした。リストは後にこんな言葉を残しています。芸術家にとってビルトゥオージティは手段であり目的ではありません。技術は機械的な練習からではなく精神から生まれるべきです。ビルトゥオーソブームも相まってリストのパリでの人気は絶頂を迎えます。そして21歳の時、パリ社交界である出会いがありました。
パリの三大美人とも言われた社交界のマダム、マリー・ダグー伯爵夫人との出会いです。夫との関係が冷え切っていたマリーとリストは、ほどなくして恋に落ちます。二人はひっそりと愛を育んでいましたが、1835年、マリーの妊娠が発覚します。当時、パリの貴族たちが結婚後に愛人を作ることは珍しいことではありませんでした。しかし、子供を設けることは異例だったようです。二人はパリの社交界を離れ、駆け落ち同然でスイスへ向かい、そこで長女が生まれました。翌年にはリストはマリーと共にパリに戻りますが、マリーがリストの第2子を妊娠します。二人はまたパリを離れイタリアに向かい、そこで次女が誕生します。この時のイタリア滞在をテーマに作曲されたのが、巡礼の年第2年イタリアです。スイス・イタリアへの逃避行の間、あまり公開コンサートをしてこなかったリストでしたが、1838年に大きな出来事が起こります。祖国ハンガリーが洪水によって甚大な被害を受けたのです。リストはウィーンに戻り、復興のためのチャリティーコンサートを企画します。コンサートは10回ほど行われ、リストはその収益をもとにハンガリーに多額の寄付をしました。そしてこの頃リストはビルトゥオーソとしての活動再開を決意したのです。そしてその翌年の1839年、27歳のリストはある発明をします。それが今日では当たり前になっているリサイタルという形式のコンサートです。それまでは一つのコンサートで複数の演奏家が演奏するというのが一般的でした。しかしリストは自分がただ一人の主役としてコンサートの最初から最後までを担うリサイタルを行ったのです。クラシック音楽史上初のピアノリサイタルはローマで行われました。その1年後にリストがロンドンでリサイタルを行った際には、正式にリサイタルという名称が使用されました。リストはリサイタルやコンサートがより魅力的になるように様々な改革を行います。例えば、譜面を見ずにアンプで演奏することや、客席から見て右側にピアノを置き、蓋を開けて演奏する方法を取ったのもリストです。また、これまでコンサートでは自作の曲を演奏するというのが常識でしたが、リストはバッハ以降の様々な作曲家の曲をコンサートのレパートリーにしました。そのためリストは数々の名曲をピアノ曲に編曲したのです。ビルトゥオーソリストは精力的に演奏活動を行います。イタリアでは長男も誕生していましたが、その半年後にはウィーンに移ります。そしてフランス、ドイツ、イギリス、ベルギー、デンマーク、ロシアなどヨーロッパ各国を回りコンサートに明け暮れました。特に30歳の時にベルリンで3ヶ月にわたって行われたコンサートは大成功を収めました。ベルリンを去る時には白馬に乗ったリストを見るために人々が大量に押し寄せたと言われています。華々しいピアニストとしての活躍はリストに新たなキャリアももたらしました。31歳でバイマルの臨時宮廷楽長に任命されたのです。この頃からリストはピアニストとしてではなく作曲家としての活動を意識し始めます。ちょうどこの頃に歌曲として作曲され、後にピアノ独奏版に編曲されたのが今流れている有名な愛の夢です。
順調な音楽家生活を送っていたリストでしたが、その裏でマリーとの関係は少しずつすれ違っていました。そして1844年、32歳でリストはマリーと別れることになりました。別れの翌月、リストはパリでコンサートを開きます。そしてこれがリストがパリでピアニストとして行った最後の演奏会となったのです。この翌年から作曲を始めたのが、こちらの名曲ため息を含む3つの演奏会用練習曲です。1847年35歳になったリストは東ヨーロッパを巡る演奏旅行をしていました。そしてウクライナのキーウでコンサートを行った際、寄付を申し出てくれる女性がいました。カロリーヌ・ツーザイン・ビトゲンシュタイン公爵夫人です。カロリーヌはポーランド出身の敬虔なカトリック信者で、キーウの新興貴族と結婚しますが、その後すぐに別居をしていました。カロリーヌは8歳年上のリストに恋をし、リストもカロリーヌを愛するようになり、2人は同棲を始めます。今流れている詩的で宗教的な調べは、このおよそ5年後にカロリーヌに検定された曲です。2人は生涯一緒にいることを決めますが、カトリックでは離婚が禁止されていました。そこで年明けにカロリーヌは夫との結婚の無効を訴えにキーウに向かい、ここから長い訴訟生活が始まるのです。一方リストはバイマルに向かいました。バイマルの宮廷楽長に任命されたのです。ここからリストはピアニストとしての演奏活動をセーブし、本格的に作曲家の道に進みます。宮廷楽長になった翌年から作曲し始めたのが、今流れているコンソレーション慰めです。リストは革新的な音楽を追求し続けていました。その一つが表題音楽と呼ばれるものです。簡単に言えばその名前の通り、表題のついた音楽です。表題をあらかじめ聞き手に示すことで、音楽をどう理解すればいいのかという解釈の方向性を言葉で補足することができるのです。1852年、リストはベルリオーズからファウストの号罰を検定されます。それに刺激を受けたリストはファウストをテーマにした交響曲を作曲します。リストはこの交響曲の3つの楽章のタイトルにファウストの登場人物3人の名前をそれぞれ付けます。そしてその3人の性格を表す主題やモチーフを循環的に用いて描写的に表現しました。
リストはかねてから音楽は感情を表現するものであり、宗教的な性格を持つ芸術だと捉えていました。後にこんな言葉を残しています。音楽は本質的に宗教的であり、生まれながらのキリスト教徒の魂のようなものであると言えるでしょう。こうした音楽を追求するため、リストは新バイマル教会の会長となります。そこにはメンバーとしてベルリオーズやワーグナーらも名を連ねていました。バイマル教会のメンバーやその支持者たちは新ドイツ派と呼ばれ、革新的な派閥として認識されていました。そしてリストは1854年にオーケストラによって奏でられる叙事詩「交響詩」という呼称を初めて公の場で発表します。そしてこれ以降リストはより宗教的な要素を音楽で表現することに傾倒していくのです。リストの新しい改革は保守的な傾向の強かったバイマルではなかなか受け入れられませんでした。そして1859年、宮廷学長の辞任を申し出ました。保守派との対立に疲弊したリストはバイマルを離れ、理想の音楽作りに没頭したいと思うようになったのです。その翌年の1860年、恋人のカロリーヌはローマにいました。カロリーヌは13年にわたり夫との結婚の無効を訴えていましたが、まだ結果は実っていませんでした。そこでローマ法王に直談判するためローマに向かったのです。そして1861年の年明け、念願かなってカロリーヌの夫との結婚は強制的なものだったとして無効が認められたのです。この結果を受けたリストはバイマルからローマへ向かいました。ローマでカロリーヌと結婚し、作曲にも集中しようとしたのです。そして同じ年のリスト50歳の誕生日に結婚する手はずを整えていました。しかしその前日にカロリーヌの夫との結婚は強制結婚ではなかったと証言する人が現れたのです。リストとカロリーヌの結婚はまた振り出しに戻されました。2人はこの先も正式に入籍することはなく、事実婚状態として生涯を共にすることになるのです。ちょうどこの頃に作曲していたのがキリスト教を題材にした2つの伝説です。この曲を作曲している途中、リストはマリー・ダグン伯爵夫人との間に生まれた長女を亡くしています。そしてこんな言葉を残しています。生きている愛しき人々を光で照らし、亡くなった愛しき人々を精神的にも肉体的にも安らかに眠れるようにしなくてはなりません。これこそ私の芸術が求めるものであり、目的なのです。そしてついにリストは1865年、若き日に志した聖職者の道に進むことにします。53歳で出家したリストは、これ以降宗教音楽などキリスト教を題材にした音楽の作曲に没頭していきます。
出家後もリストは音楽界に欠かせない存在でした。バイマルのカール・アレクサンダー大公はリストにバイマルへ戻るようたびたびオファーをしていました。そしてリストのバイマル宮廷楽長辞任からおよそ10年後の1869年、大公の願いがようやく叶います。リストはバイマルに長期滞在することにしたのです。その翌年には祖国ハンガリーにも滞在し、王立音楽アカデミーでも教え始めます。そしてローマにも引き続き居を構えていたリストは、これ以降、春はハンガリー、夏はバイマル、秋冬はローマとハードな生活を続けることになるのです。この3都市にまたがる大移動によって、リストの経済状況は厳しくなりつつあったようです。しかしリストは若い頃から天才は社会の役に立たなければならないという信条を持っていました。そのため演奏会を開催してもほとんどがチャリティーコンサートで、それ以外にも多額の寄付を行っていました。さらには弟子たちへのレッスンも無料で行っていたのです。リストは若手の育成に力を入れており、400人を超える弟子を持っていたと言われています。1875年63歳の年には新設されたハンガリー王立音楽院の院長にも就任します。若手だけではなく音楽界のトッププレイヤーたちもたびたびリストを表敬訪問しました。マスネやサン・サーンス、ブラームスやグリーグなど名だたる次世代の作曲家たちとの交流があったのです。しかしそんな巨匠リストにも大きな苦しみがありました。それは自分の作品がなかなか理解されないということでした。リストは若い頃からピアニストとしてもてはやされてきましたが、一方で作曲家としては満足する評価を得ることは多くはなかったのです。特にこの頃リストは宗教音楽の改革に尽力していましたが、それも酷評されていました。そして1877年頃、リストはまた深刻なうつ状態になります。リストは肉体的にも限界を迎えていました。大移動を繰り返す生活、多忙を極める仕事量により、白内障や心臓病、喘息に不眠症など、様々な病気を併発していました。そんな最中、1881年、70歳の頃、さらにリストを追い詰める出来事がありました。リストの著作が反ユダヤ主義だとして各地で批判を集めたのです。襲撃の予告が行われるほどの大バッシングでした。この著作には自筆原稿が残っていないため、リスト自身がどの程度執筆したのかということは今も定かではありませんが、リストはこの批判に大きなダメージを受けます。それでもリストは作曲の手を止めることはありませんでした。この作品を作曲した翌年、リストの生誕75年を祝う行事がヨーロッパ各地で開催されました。リストは数週間単位で各地を移動し、これまで以上に忙しい日々を送りました。短期間での大移動がたたったのでしょうか、ついに旅行中に体調を崩してしまいます。しかしリストには大切な仕事がありました。亡き親友ワーグナーが創設したバイロイト音楽祭の感激です。ワーグナーの妻はリストの次女で、ワーグナーの亡き後もバイロイト音楽祭の継続に向けて奔走していました。バイロイト音楽祭を継続させるためには、音楽界の大御所であるリストが音楽祭に顔を出すということが非常に重要でした。健康を心配する周囲の反対を振り切り、リストはバイロイト音楽祭に向かい、客に挨拶をしました。そしてそれが最後の挨拶となりました。直後からリストの容体は悪化し、ついに寝たきりになってしまいます。さらには幻覚まで見るようになり、精神錯乱状態にまで陥りました。そして最後の挨拶から6日後、リストは74歳の生涯に幕を下ろしたのです。ここまでリストの人生と名曲を紹介してきましたが、いかがでしたか？
今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にというモットーで、こうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、演奏家、楽団や名曲の紹介などをしています。毎週金曜日の夜8時に動画を公開していますので、クラシック音楽に興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をしてクラシック音楽のある生活を一緒に楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。